皆さんこんにちは、金井雄一です。今日は、この MP10 の、セッティングやノウハウ、組み立てのポイントなどを、紹介します。楽しみにしてください。はい、じゃあ今回のテーマは MP10 のここが肝心っていうところで進めていきたいんですけども、まず最初にまずリンケージ、リンケージつってもステアリングと円痕があるんですけども、これが例えばちょっとこう干渉しちゃってサーボに負担があるとか、スムーズに動かないとか、いろんなサーキットに行くとこうじゃねえんだよな、なんでこうに組んでんのかなっていうのがたまに見られるんで、その辺も僕なりにこうした方がいいよ、こういうふうにガタ取った方がいいよとか、ちょっとまず最初にこのリンケージ編からまず進めます。途中でかったるくなってもういいやもうこれ以上見なくていいやなんて言わないで、最後まできっちり見てくださいね。よろしく。どうかな。それではまずステアリングの方から。まずこれがステアリングサーボなんですけども、今ニュートラルの状態です。今スイッチ入ってます。でニュートラル状態の時にこのサーボに対して直角、ちょうどこういう位置になるように、それでこのサーボセーバーの方の取り付け位置も平行に、このサーボとサーボセーバーが平行になるようにしてください。これは例えばこうなっちゃったりこうなっちゃったりしないで、必ず平行にしてください。で、まず平行にすると、ここもステアリングプレートも自然にこの、中立一番真ん中になるんですけども、でそれに対して、この最終的なこの左右のタイロット、これが、これも必ず左右同じ、長さにしてください。ノギスで測って必ず左右同じにしてください。そうすることによって、これがまずこのまっすぐの状態で、トーイントアウトがしっかりと保たれると。でごくたまにこれがねこうずれちゃったりいるんですけども、性能には関係ないけど見た目もあんまり良くないんで、やっぱりこうピチッとこう揃ってた方がね、見た目もすごくすっきりするので、こうに平行になるように、お互いに平行になるようにやってください。それで、あともう一つ、このステアリングの振り角、これが、たまに少ない人がいるんですね。ステアリングのこの角度、これが少ないと当然車高く減るわけだから曲がらないわけですね。で僕の場合はこのフロントハブキャリア、これちょっと今の僕はアルミに書いてあるんですけども、ノーマルは通常はプラスチックです。でもプラでもこのアルミでも、まずこう曲げた時にこのナックルの手がここで当たる、このハブキャリアのここに当たるんですけども、この当たったところが最大なんですね、このステアリング角の。こっからさらに、サーボの振り角、今この状態ですけども、さらにちょっとこうさらに行くようにしてます。っていうのは、ここでこうピタッと止まったからいいやと思っても、結局走ってんとこ戻されちゃうんで、戻される力がすごく強いんで、さらに止まってからもサーボがちょっとこうさらに角度をつくように今セッティングはしてます。で今これも当たってこれぐらいですね、これぐらいを余計に取ってほしいんですね。当たってからストップしてから、これぐらいさらに多めにステアリングを取ってください。こういうのは確実に曲がります。ステアリングの方はこんな感じですね。あとこのタイロット、このプラスチック製のタイロットで、これが、ごくまれに、こうボール入れた時に硬くてこうねニュってこのさっきみたいにカタカタって動かないで渋いのが時たまあります。そういう時はこのラジオペンチかなんかでこうやって左右をつまんで、ちょっとこの左右ギュッてこう潰してあげると軽く動くようになります。この横ですね、横をつまんで
うってやれば結構こう軽く動くようになると思うので、もしきつい場合はそれをちょっと試してみてください。あとこのサーボホン、ここのネジもね結構緩む人が多いので、これ3ミリのこの3ミリのネジなんですけども、これに必ずネジロックつけてください。ネジロックをつけてこれを今ちょっとつけてないですけど、つけてこう締めるように心がけてください。意外にここ外れるんで、毎回バラした場合で、バラす時もこの中立のニュートラルのこの位置でバラした方がまた組み立ての時も楽です。この位置でまた組めばいいので、これは中途半端な位置だとわけわかんなくなっちゃうんで、常にこれ外す時はこの位置で外すのが、いいと思います。ネジロックを忘れないでください。それとここのガタについてちょっとお話しさせてもらいます。このステアリングプレート、こちょっと映像でわかるかな、ちょっとこうガタがあるんですけども、中にはこのガタがなんかあんま意味が分からずにガタをなくそうと思ってここにワッシャーを入れてギュッて止めちゃう人がいました。でこれはギュッてやってしまうとこうやってステアリングが軽く動かなくなっちゃうんですね。基本このもう本当にこんな感じで軽く動くようにしとかないとこんな感じで本当に抵抗なくこうやって動くように設計してあります。でこのガタをなくしちゃってギュッて止めてしまうと、ここが重くなってもうここがニューって感じで、非常に重くなってしまいます。だから常にここが軽くなるようにここのガタをわざと取るように設計してあります。だから取説通りに組んでもらって、ここのガタはちょっと今これオーバーに取ってありますけども、全然差し支えないので、逆にガタがあった方がいいのでここのガタはちょっと多いから消そうかなんて思わずにこのままでやってください。常にステアリングはこうやってカタカタカタってもう簡単に動くように心がけてください。